皆さん、こんばんは。ピピの日本語ポッドキャストの時間です。今日は日本のお弁当文化についてお話ししていきたいと思います。皆さんはお弁当を持って学校や会社へ行きますか？実は日本には昔からお弁当文化があります。その文化の中で私は時々こう思います。なぜお母さんは朝5時に起きるのか。そんな疑問を皆さん一緒に紐解いていきましょう。日本では学校や仕事にお弁当を持っていくことが多いです。中学校や高校、会社のお昼ご飯、小学校の遠足、運動会、お弁当を持っていく機会はたくさんあります。コンビニもあります。学食もあります。それでもお弁当を持っていく人は少なくありません。実は日本のお弁当の歴史はとても古いです。戦国時代には兵士たちが持ち歩ける食事を準備していたと言われています。そして江戸時代になるとお花見や芝居を見に行くときにお弁当を持っていく文化が広がりました。つまり日本人はかなり昔からお弁当が好きだったんですね。お弁当作りは意外と大変です。ご飯を詰めます。おかずを作ります。冷まします。詰めます。しかも朝にやる人もいるんです。眠いです。私は朝に起きてお弁当を作る人、お母さんを尊敬します。私なら二度寝したくなります。日本ではお弁当には愛情が入っているという人がいます。確かにそうかもしれません。朝早く起きる、毎日作る、子供のことを考える。簡単なことではありません。でも私は思います。朝5時に起きた時点でもう十分愛情だと思います。皆さんはキャラ弁を知っていますか？キャラクターのお弁当のことです。ご飯で顔を作ったり、海苔で目を作ったりします。とても可愛いです。でも食べるのがもったいない。せっかく作ったのに最後は食べてしまいます。少し複雑な気持ちになります。私はお弁当のおかずの中で卵焼きが好きでした。そしてタコさんウインナーも大好きです。ウインナーに切れ目を入れて焼くと足が開きます。だからタコに見えるんですね。味は普通のウインナーです。でもなぜか少し特別な気持ちになります。子供の頃、お弁当に入っているととっても嬉しかったです。皆さんの国にも子供が喜ぶ定番のおかずはありますか？昔は手作りのお弁当が理想だと言われることもありました。でも今は違います。冷凍食品を使う家庭もたくさんあります。仕事もあって、家事もあって、育児もしないといけません。とっても作る側は忙しいんですね。毎日完璧なお弁当を作るのはとても大変です。私も冷凍食品は素晴らしい発明だと思います。
そして、冷凍食品はとっても美味しいです。最近の冷凍食品は本当にレベルが高いです。ちなみに私は冷凍食品の中でグラタンが好きです。お弁当用の小さいグラタンが、6個入りぐらいで売ってるんですけど、すごく美味しくて、お弁当に入ってると嬉しくなります。なので、私は冷凍食品を使うことは全然悪いことではないと思います。お弁当には面白いこともあります。朝はきれいに詰めたはずなのに、お昼にお弁当箱の蓋を開けると、おかずが全部片側に寄っていることがあります。朝とは全く別の姿になっているんですね。そして、ご飯の真ん中に梅干しが一つだけ乗っているお弁当もあります。これは日の丸弁当と呼ばれることがあります。白いご飯の真ん中に赤い梅干しが一つ。日本の国旗の日の丸に見えるからこういうネーミングになっています。とてもシンプルなお弁当ですが、日本人なら一度は見たことがあるかもしれません。この日の丸弁当は、例えばお母さんと喧嘩した時に、おかずなしの日の丸弁当だけ持たされたっていう人も結構いるみたいです。お昼にお弁当箱を開けたらおかずがなくて、ただ白いご飯に1個の梅干しがポツンと乗っているお弁当。ちょっと寂しいですね。お弁当には家族の時間、思い出、愛情、工夫、いろいろなものが詰まっています。なんだかすごく大切なものに感じられますよね。なので、日本では今でもお弁当文化が続いているのかもしれません。皆さんの国ではどうですか？お弁当を持っていきますか？それとも学校や会社で買いますか？また、皆さんの国の好きなお弁当のおかずも教えてください。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回のピピの日本語ポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。